どうも稲村です。今回コンソールショップシミュレーター一旦動画最終回になると思います。というのも、レベルカンスとして、そして現状、販売できるゲームも全て開放した状態までゲームを進めました。今回の動画は、このゲームの解説、そして、今左上に表示されてるんですけど、533Kドル資産が溜まっているので、それを使って店内改装していきたいと思います。まずは、そうですね、解説の方からやっていきたいと思います。まずはこのゲームのラインナップからね、見ていきたいと思います。定期的に新しいものがリリースされるのですが、それがもうすべて開放された状態になっています。全部でね、こんなにゲームがあったということで、ブラセフシリーズがめちゃくちゃあるんですよ。これだけ開放できて、そしてコンソール系もね、これだけ出ています。最近の多分アップデートで出たんですけど、CD パックっていうね、ミステリーボックス。これ開けると、ゲームがいくつか入ってる、ガチャみたいな感じですね。っていうのがリリースされて、それが新要素なのかな。アップデートできた要素2つ目としては、ゲームライセンスっていうのがあったんですけど、それはね、コンソールもライセンスが必要になったという点が、そうですね、新しいアップデートの要素なのではないでしょうか。序盤、最もやった方がいいことの一つとして、このゾナマエクスプレスに入る。で、これ、3日ごとに50ドルかかるんですけど、送料が結構馬鹿にならないので、これは最初から入ってもいいと思います。で、これに入るとですね、普通に自分が仕入れるお金が無料になって、加えてオンライン注文、こっちからお客さんに発送するための送料も無料になる。このゾナマエクスプレスはもう最序盤に入ってもいいぐらいお得なシステムです。それではね、金策について解説していきたいと思います。一番簡単な金策としては、この仮想通貨ですね。これ、大幅に下落することがないんですよ。だいたい、底値がこれぐらいだなっていうのがありまして、例えばそうですね、私はこの手数料が 0.03 ドルかかるので、パンプコインっていうのをだいたい買うんですね。利益率が一番いいので。パンプコイン、例えばだいたい44ドル以下になることはないので、44ドル台の時に大量に購入して、で、あんまり47ドル台になることはないんですけど、46ドル台で一気に売るっていうやり方が、一番簡単にお金は稼げます。ただですね、これある程度資金がある状態で行わないと大量には防げないですね。ただこれをちょこちょこやっていくことで、お金は一気に増やせると思います。そして配信。私、このゲーム始めて、最初の方配信やってなかったんですけど、配信は絶対に、すぐに始めた方がいいです。これもうただつけっぱなしにしておくだけでいいんです。で、つけっぱなしにしておくだけで、サブスクライブで来る人とかも、投げ銭とかも得られるので、配信はもう絶対につけっぱなしにしといた方がいいです。これのために、一応このエモートとか、視聴者とコミュニケーションを取ることができるのですが、別にこれをする必要はあまりないです。適当に店内の映像を回転中ずっと流しておくだけで、お金が入ってきます。なので、序盤から配信をつけたり、あと仮想通貨をすることで、お金を簡単に増やせると思いますね。ちょっと私はある程度お金が貯まった状態で仮想通貨にも手を出したので、多分あんまりお金がない段階だと、この安めの仮想通貨をやるのがいいと思う。私はもう総資産が 400K 超えてからやったので、もうこれで
一気にドカンと増やしたんですけど、序盤でもこれでちょこちょこ増やしていくと言います。ただこれ1株あたりに 0.03 手数料が取られるので、このコインは買わない方がいいです。最低でもこれじゃないですか。これぐらいから始めていくのがいいんじゃないですか。その2つが割と簡単な金策になるんじゃないかなと思います。オンライン販売についてじゃあ次お話ししようと思うんですけど、オンライン販売はこのオンラインセールスロットっていうのがあります。オンラインセールスロット、これ初期だと確か1枠しかないんですね。で、このアップグレードからオンライン販売能力を上げるとオンライン注文能力が5増加しますっていうのは、これはその枠が増やせますっていうことですね。序盤はそんなに商品がないので序盤から枠を増やす必要はないのですが、後半のゲームが増えた状態だともう50枠だとちょっと足りないぐらいですね。なんでかっていうと、このゲームプレステ5版とプレステ4版みたいにゲームによっては同じタイトルでも何種類もあるゲームがあって、後半になるとこれなんか一つのタイトルで4種類あったりするんですね。で、オンライン販売も当然そのゲームの機種ごとにちゃんともう枠が1枠取られてしまうので、50枠だと足りないよっていう状態です。で、正直オンライン販売に関しては従業員を雇う余裕が出てからじゃないと、手が回らないと思います。オンライン販売、私ちょっと今従業員が勝手にやっちゃってるんですけど、ここに注文が来て、スーパーマーケットシミュレーターのね、やってる方は分かりやすいと思うのですが、スーパーマーケットシミュレーターの配送と同じで、ここに来たものを、このタブキー、空の箱を取り出して、で、こうやってお客さんの注文を入れていく。そして、ここから発送するよっていうシステムになってます。で、これすごい便利で、この空の箱。オンライン注文以外でも、普段、この在庫整理とかにも使用できるので、おすすめです。で、従業員に関してなんですけど、従業員の能力、いろいろあるんですけど、まずこれ販売は普通にレジ対応ですね。で、クリーニングは店内の清掃。配置は売れた商品の補充ですね。で、ストックは倉庫にしまうっていう役割です。トレーディングは中古商品の買い取り。修理はそのまま修理。で、オンライン販売をしてくれるよっていう能力に分かれていって、で、販売とトレーディングに関してはそれしか担えないんですけど、他の配置とかストックとかに関しては、一人三役とか、もう一人何役でもできるんですので、担当させたい能力を、最初から星5の従業員もいるんですけど、担当させたい能力を最大レベルにすることで、効率よくいけるんじゃないかと思います。それでですね、従業員のここに表示されているパーセンテージなんですけど、これが体力のようなもので、今は休憩状態に入ってるんですけど、この状態でいると体力が回復していくんですね。ボードゲームか何かに興じて休憩したりとか、休憩状態ですと体力が回復していくんですけど、稼働してると体力が下がっていくっていう感じで、体力が下がると動けなくなるよっていうシステムです。はい、そして割引商品ですが、これはオンライン注文をするようになってから私は活用しています。なんでかっていうと、これ1回あたりのロットがね、多いんですよ。少ない場合もあるのですが、基本的にロットが多いんですね。なので、ある程度店舗運営の金銭的余裕が出てからオンライン注文のためにここでドカンと注文してバックヤードに置いてるっていう状態にしてあります。基本的に私はですけど、この値引き率が 13% を超えている商品を買ってる。これはお好みでって感じだと思う。マーケティングについて解説していきます。マーケティング、これは正直よく効果がすごい実感してるわけではないのですが、顧客ブーストがかかるので、これに関してはやり得かなと思います。明確にこれをしたから売り上げがいくら上がったとかはちょっと把握してないんですけど、お金にね余裕があればこれ絶対かけた方がいいと思います。
で、このロボットの速度とかもアップグレードで上げることができます。従業員の足の速さとかも全部アップグレードで賄います。倉庫だけマックスまで広げてあります。で、このストックに関してなんですけど、ストック担当にしたスタッフは、まあ、ラベルがないところに入れてってくれます。同じ商品であればラベルがついているところに、まあ、そのまましまってくれるんですけど、こう、ラベルを剥がしておくと、まあ、このラベルがないところに勝手にしまってくれるよ。ただもういちいちラベル剥がすのがめんどくさいんで、私はちょっともうバッて一気に倉庫を広げてしまってくれるようにしてるんですけど。で、このストック担当なんですけど、お客さんから買い取った商品って、まあ、傷があって修理しなければならなかったりする場合もあるんですけど、ストック担当の人はですね、傷がついた商品を普通にこういうところにしまってしまうんですね。なので、それで何が困るかっていうと、オンライン注文で在庫がたくさんある中古商品を入れたときに、多分傷があったりする状態でも、オンラインのスタッフそのまま売ってしまうんですね。まあ、そうなると、オンラインショップの評価が下がってしまうっていうことになるので、その対策として、ストック担当は絶対に修理担当には割り振っています。そうすることで傷がついた中古商品をそのまましまうことなく、一度ここで修理をしてからこっちにしまうっていう動作をしてくれるようになるんです。なのでそこだけちょっと注意です。まあ解説と言ってもだいたいそんなものでしょうか。というわけで早速店内改装をしていきたいと思います。オンライン注文は、こんな感じですね。感じで注文が入ります。でそうすると、オンライン注文の担当の子が、いた。こういう風にね、商品を集めて、で発送してくれます。オンライン注文はそんなに頻度が高くないので、担当者は一人で十分だなって思います。一応従業員なんですけど、オンライン注文の子には、店内清掃と、オンライン販売と修理を任せています。全然これでオンライン注文事足りてます。オンライン注文の注文頻度もアップグレードでマックスにまで上げていますが、その状態でもオンライン注文この子一人で回ってるので、オンライン注文担当一人で十分だと思います。はい。ではついに、店内をね、まず拡大していきます。この店内の拡大なんですけど、こう一つ開けると、次開けるのに、お金が必要となるね、お金が増えていくよっていうシステムにはなっています。だってこれでいくらかかるんだろう。はい。これで今すべて開けた状態になりました。だいたい 300K かかったって感じ。ね。さて、どれぐらいの広さになるんでしょうか。うわー。すごい。体育館ぐらいある。ほら。すごいね。そう、私お店の広さに関しては、ほとんど必要最低限のアップグレードでやってたので、倉庫だけはマックスまで上げてたんですけど、必要だったので。ちょっとめちゃくちゃ今感動してます。すごい広くなりましたね。では、店内改装していきましょうか。はい、今、電気をまずつけていく作業をやっていたんですけど、やっとね、ちょっとそれが終わりそうだということで、
これね、電気付けとかなんですけど、これ置くときに X ボタン、このグリッド表示を無効にするって今画面の右に出てるんです。それを押すことによって、この線がね、ちゃんと表示されるので、通常だとこの状態なんですけど、この状態から X ボタンを2回押すと、このグリッドが表示されるので、ここだけね、今やってるとこは縦線がないので、ちょっとやりづらいんですけど、基本的にはこう縦線もあるので、非常に綺麗にね、設置することができます。あ、これが最後の1個だ。はい。かなり等間隔にね、この編集ツールっていうのを押すと、で、F ボタン、長押しで、またこれで動かすことができるんです。グリッドに合わせて置いたので、全体的に綺麗にね、並べることができました。はい。だいぶ時間がかかったんですが、やっと店舗改装できました。スペースがかなりあるので、棚一つに一作品置くという贅沢な使い方で。でね、ちょっと残念なのが、家具っていう、なんでしょう、装飾がね、植物ぐらいしかないので、植物を至るとこにいてっていう。でね、ちょっと紹介しそびれたんですけど、たまに中古買い取りで、レアな、特別、副装版っていうのがあるんです。たまに中古買い取りで登場する。ちゃんとね、NPC もこれ買い取ってくる。で、それをちょっと飾ってっていう。他にね、ちょっと装飾があればよかった。ただね、もうちょっと体力が限界になったんでやらなかったんだけど、このタブのペイントブラシって使うと、これをカスタマイズできるんです。例えばこういう黒色にしたりとか、あとここにサインをね、つけたりとか、ここに例えば、コールオブデューティーとか、書くことはできます。ただちょっともう疲れてしまったので、今回の改装はここまでにしようかなと。でね、一個一個やると、だいぶ時間がかかってしまうので、あとはね、ポスターとかがあるので、ポスターを貼ってもいいんですけど、ポスターもね、種類が、このゲーム会社のロゴと、あとこちらに貼ってある、街の風景と、修理の模様。あとネオンサインが、このゲームルーム。ものと、今ね、ここにやってる、このまん丸の輪っか。で、この輪っかサイズ変えられて、こういうね、これぐらい小さくすることもできます。ちょっと装飾が、あとこの棒。ネオン棒。っていうのだけなので、ちょっとね、装飾自体にはあまりこだわることができなかったのですが、店舗を広く贅沢に使った配送をできたのではないでしょう。これね、アップデで要素とかが追加されたらね、またデコレーションとかやっていきたいなと思う。で、500K、あれだよね。で、階層に300ぐらい使って、階層じゃない、店舗拡大に今300使って、で、200残った段階だから、装飾をね、別にそんなに買わなかったので、装飾とか家具は買ったのか。でも、
だから、改装にそんなにね、店舗拡大にはお金がかかりましたけど、ここまでお金かからなかったですね。家具とかを買うのには。では、従業員を呼び戻していきましょう。レジが3つになったので、そのレジ要員をね、もう2人雇いたいと思います。これで従業員はマックスです。ジョンとエマ。ジョン半ズボンなんだ。結構ね、従業員、ちゃんと見た目がみんな違うんですよ。名前は一緒なんですけど、なんか、名前はなんていうか種類があんまりないんです。見た目はみんなちゃんと違うんですよ。名前に関しても、ここで編集できます。めんどくさいんでやってないですけど。で、この店舗改装してる間にもオンライン販売の注文が入ったり、あとね、すごい、同説がもうすぐ14万人っていう化け物配信者になってます。配信時間が長ければ長いほど、まあ、比例して同説が増えていくのですが、配送してる間配信をつけっぱなしにしていたので、すごい視聴者数がえらいことになって。あ、てかもうこれ多分マックス値なんだろうな。で、オンライン販売もね、実はちょこちょこ入ってました。私が改装してる間にも。何もせずとも開店前つけっぱなしにしとくだけでお金が儲かるっていう。じゃあちょっと仕入れからやっていきますか。で、棚一つあたり一作品にしたので、これ棚をフルで埋めるためには75枚必要なんだ。まあ、フルにする必要もないのですが、せっかくなんでお金も余ってますし、フルにしていきますか。はい、とりあえずカートに商品を入れただけですごいですね。2128品。総額9万1000ドルと。これね、並んだら相関になると思います。じゃあ、これをね、並べて、1日営業したら、今回の動画終わりにしようと思います。あと、そうですね、動画の最後に、このゲームたまに、各ゲーム会社のファンみたいな人が大量にお店に来店する日があるんですね。ちょっとその様子だけ動画の最後に載せておこうと思います。のファンが来た日っていうのは、やっぱりその会社のね、作品、中古新品問わず、そのファンなのか社員なのかわかんないんですけど、結構買っていってくれるっていう、そういったプチイベント的なことがたまにね、発生します。何日に1回とかではないと思う。もう完全にランダム。で、そうそうそう。これね、ペット用の、なんて言うんですか。ベッドがあって、設置しとくとなんと、お店の中で寝てくれるっていう、ほのぼのとした。これいいです。配信に載せようかな。ペットカメラ、ほら。視聴者さん喜んでるかそうだ。そんなに喜んでもなさそう。やっと商品並べ終わりました。すごい、物量がさ、コストコみたいになってる。
もう物量が多すぎて、ゲームが重くて、若干画面がカクつくんですよね。これ私のパソコンのマシンスペックの問題もあるんでしょうけど、圧巻ですね。あんなにあったお金ももう84がなくなっちゃいました。これ、さっき注文した段階から、なんでこんな減ってしまったかというと、あまりの物量に従業員の体力がなくなってしまったんですね。なので、こう、ボーナスを支給することで体力を回復するという荒技を使ったので、それでお金がなくなったのですが、まあ別になくなったところでな。従業員も元の位置に戻せましたので、はい、そうして真相オープン。第何時間この135日目をやっているのかという話ではありますが、お客さんの入りとか変わるのかな。正直ね、もうオープンしちゃうと、私はやることがあまりないので、本当に眺めてるだけになるんですけど。まあちょっと営業終わりにね、グラフを見ることで、普段との違いがわかるんじゃないかと思います。ここはね、中古商品を並べる棚。中古のここね、剥き出しのコントローラーしか並べられないので、ここに中古商品を並べて、っていう感じで。中古のソフトは、ここにあります。一応ね、ちゃんと作品ごとに固めて、並べてあります。だからここのね、大通りは、バトルフィールド。こっちが、コールオブデューティ。ちょっと余ったので、ここを、ガチャボックスの場所としてっていう。なかなかね、見晴らしよくできたんじゃないかね。この香水があったり、ありがとうだって。なに喜んでる。これ、TGC カードショップシミュレーターであったさ。はい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 。みんなすごい喜ぶじゃん。ね、ほら、TGC カードショップシミュレーター、ほら、大衆がすごいお客さんにね、スプレーをかけるみたいなのがありましたけど。今回ね、別に大衆がすごいお客さんとかいうシステムがあるわけではないのです。今まで全然使っていなかったのですが。こういうのがあったり、あとね、多分これ万引き犯に対して使うものだと思う。なんかそういったものが後々アップデートで出てくるんじゃないかとは思います。ただこのコレクションブックっていう要素、これさっきのガチャから出た商品がここに入るっていう。ね。中古商品の取り扱いが増えてくると、なんでしょう。在庫何があったっけってわかんなくなってくるんです。なので、そのためにこれを利用してます。CD シェルフってやつ。だからここに、もう従業員が勝手に整頓して入れてくれるよというシステムにしてます。まあね、中古の CD の整理整頓大変なんですけど、このシステムを導入してからは、自分で整理整頓する必要がなくなったので、楽ちんでいいですね。これね、序盤からやっておけばよかったと。で、今はね、こ
オンライン注文の枠、50枠埋まっちゃってるんで、ちょっと中古商品出せてないんですけど、販売に。本当はね、こういった在庫がたくさんある中古商品をオンラインに出して、さばいていきたいねっていう。あとそうですね、こう、オリパみたいなのも、例えばこの間のアップデートで追加されました。このバンドルボックス買うと、こういう風に。自分の好きなね、組み合わせで。で、6枚入れられます。こういう風に置くと、自動的に値段とかも設定されて、中に入ってる商品に応じて値段がこう変化して、これ自動的に置かれるっていうシステムになってます。ただね、これそんなに売れないので、あんまりやってないですけど。一応そういった要素もあります。だからワンオペでやってる時って、毎回この締め作業で、この修理とかに結構時間を取られてたんです。従業員雇うとそういうのもいらないので、お金の儲けっていうのは減りますけど、修理とかも従業員に任せて、サクサクやってね、日数進めていくのがいいんじゃないかなと思う。従業員の修理する場合って、このなんか薬剤を入れる作業も必要ないんですよ。なんかだいぶ自分がこのやらなきゃいけないことっていうのが減るので。ただ難しいところで、こういったシミュレーションゲームって、序盤ワンオペで、いかにね、素早くテンポを回していくかっていうのが楽しい部分でもあるので。なんせこうね、従業員にこう全部やらせるってなると、今の私のようにやることがもうないんですよ。正直私もね、この段階まで持っていくにあたって、もうあんまりゲームプレイしてなかったんですよ。なんでしょう。作業をしてる間に、サブモニターにこのゲームを置いて、もう従業員に稼いでもらう。で自分は10しかね、設定でこれできるんですけど、自分はもう15分に1回、1日の長さの最低値が15なので、15分に1回、仕入れ作業だけするみたいな。作業がてら。っていう感じにはなってしまっていたので、ちょっとどこまで自分で頑張りたいかですよね。私はね、だから、そういうのもあってギリギリまでワンオペでやりたい人なんです。全部自動化されてしまうとね、いかに効率よく自動化させるかっていうのを考えるのは好きなので、自動化させるまで作業はめちゃくちゃ楽しいんですよ。なんかその後はもう自動化でお金を稼いで一気にぶっ破してこういう風に店舗をね改装するっていうのが私は好きな楽しみ方なんです。で、次アップデートが来るまではちょっと寝かせてしまうという。さて、11時59分になりました。これね、もうお客さんはけたんじゃないでしょうか。お店が広くて確認が大変だ。おそらくお客さんはけたでしょう。というわけで、大改装を行った135日目の営業終了したいと思います。さあ、今日の収支どうなってるでしょうか。すごい。マイナス
347K ドル。来店数とか別に普段とあんまり変わらない気がする。グラフも見てみましょう。すごいね、この落差。ガツンと上がってるのは、これ仮想通貨です。手っ取り早く 500K に持っていきたくて、これ仮想通貨の取引で儲けたので、これがアベレージの所得なんです。だから、配送後もそこまで所得変わらずという感じではないでしょうか。店舗長々と開けてた分、配信の投げ銭とか、あとオンライン注文で、所得多少増えてますが、多分実際の売り上げとか自体は、配送したところで変わらないと。本当にこの配信で得られる収益っていうのが大きくて、従業員の給料はもう配信で賄えます。なんせこれ化け物配信者なんでね、このお店のオーナー。フォロワー11、約12万人。常設も13万、約14万。こんな化け物配信者です。というわけでね、コンソールショップシミュレーターの、ちょっとした解説と店舗の配送でした。で、この後、ちょろっと、自分がちょっと作業しながら、そのレアイベント、お店、メーカーさんのファンがたくさん襲来するイベントの映像をね、ちょっと入れておくので、ネタバレ気にしない方はご覧になってみてください。ではでは、ご視聴ありがとうございました。またアップデートが来たら動画アップするかもしれないですが、一旦ね、コンソールショップシミュレーターの動画はここで一区切りとしたいと。なんせもうやることがないので。でも本当に面白いシミュレーションゲームでした。ではでは、動画見てくださってありがとうございました。こうしてみると3階建てのめちゃくちゃ立派なお店だな。もしかしたらね、今後の展開でこのね、2階3階とかも何か様子として出てくるかもしれないですね。なんかゲーム、ね、コンソールショップだからソフトだけで売ってるの。なんかさ、お客さんがさ、上で遊べるスペースとかできたら面白いよね。ではでは。さらば、イナモール。店長は優待します。